僕の中の行く先としては将来を見てるんで、成長するのか現状維持イコール衰退していくのか選べって言われてることだと思うんですよ。で今回の動画なんですけども、以前の動画で年商3億の壁みたいな話をちょっとさせてもらったと思うんですが、まず現在、年商38億となっておりますが、年商30億の壁を超えられる経営者、もしくは超えられない経営者の違いっていうのをちょっと教えていただきたいんですが。結論、過去の成功体験を捨てれるか捨てれないかだと思うんですね。変われるか変われないかですよね。結局マジックナンバーの時ですから1億、3億、僕は1億なかったら3億、10億、30億で、この先ももしかしたら100億という多分同じことが起こるんですけど、必ず壁に当たると。で、そうした時にガラポンしなきゃいけないんですよ。ガラポン本当にガラガラポンですよ。要は3億までに壁にぶつかったら3億までの成功体験を捨てて180度ぐらい変えてきて、でまた伸びて、で10億ぐらいの時も壁に当たって今までこうやるって言ってたのに変えちゃいけないものは変えないけど変えるべきものをガラッと変えてでまた伸びた。で30億の時もそれが発生してそれを引きずってるんですけど、とにかく過去の30億までいけばいくほど規模もでかくなってるからガラガラポンして何かを変えるってめちゃめちゃ影響度が大きいわけですよね。極端な話、人事制度を全社最適で組んでたものをいきなり部分最適に切り替えるとか、これ規模が大きければ大きいほどめちゃめちゃ影響度があるわけじゃないですか。今まで30億まで頑張ってきた幹部をガラガラポンして落としてあげるとか、とにかくそういうって思うようなことを変えなきゃいけないのがそういう壁の部分だと思うんですね。幹部の方をガラガラポンするっていう決断に至るまでに、例えば具体的に言うとどういう問題が起こったんですか？だからうちは別に今まで意図してやってきてはないかったんですよね。でも多分おそらくこういうことだっていうのは、例えばですけど今まで仮にですよ、メンバー目線からしたら30億いくまでに頑張ってやってきた幹部、功労者、これをいきなり落としてってことは、この人に慕ってついてきたとか、この人を崇めてた人は辞めてないけどちょっと辞めるとか、やる気なくすとか、そう反発するとか、今まで俺らこんだけ頑張ってきて貢献してきたのになんでいきなりこんな集中受けなみたいな、極端なこういうパターンもあり得ると思うんですよ。それが3億の時だったらその部下が3人だったかもしれないけど、30億の時その部下が30人かもしれないじゃないですか。100人かもしれないじゃないですか。だから影響度がでかいっていうのはそうですね。だから規模がでかくなればでかくなるほど影響度がすごいことになるんで、それに耐えてそれでも変わらないと伸ばせないからって言って過去の成功体験を捨てる。社長としても過去の成功体験を捨てる。会社としても捨てる。幹部としても捨てさせないと伸びないんだと思うんですよね。過去の成功体験を捨てるっていうのは、個人としてもなかなか難しい部分でもあったりするのかなっていうところもありますし、幹部の方であったり、メンバーの方に対して、ある程度納得してないかもしれないけど、そういうふうに変えさせる、捨てさせるっていうのはなかなかパワーでいうことじゃないのかなっていう感じなんですけど。それができないから現状維持イコール衰退していくだけですよ。だからできるかできないかじゃなくて何がしたいかなんで、伸ばしたいのか現状維持イコール衰退する道をたどるのか、この選択を迫られてるわけなんで、みたいなのが壁なんだと思うんですよ。本当に変えないと衰退していってしまうからもう決断を迫られてる状態。その幹部の例は分かりやすい例で言いましたけど、そのぐらいインパクトのある方向転換とか方針転換とかがある意味その過去の成功体験を捨てるっていうことだと思うんですね。実際コプルさんではその30億を超える段階に入った時に、具体的に言うと何かそういった仕組みを変えたりとかしないといけないような問題があった。今が NOW ですね。30億数字は超えましたけど、先ほど言ったように30億っていうのはあくまでも一つの基準で、例えば従業員で300人ぐらいとか、今うちが正社員数で言うと250ぐらいなんで、それでちょっと 2,3 年停滞してるから、まさに今そこが30億の壁を少し超えた段階で入ってきてますけど、従業員数としてはその段階に今 NOW でこの 2年ぐらいはいるっていう感じですよね。今まさにその変えていってる最中。そうですね。いろいろ今まで試してきたけど、結果そういうことなんだろうなと。これも最近の話ですけど、自分の中で解釈して分かりやすくやっぱガラガラポンしなきゃいけないんだと。でも極端な話、今までは生産性を上げるためにオペレーションの最適化とかすごいやってきたんですよ。それで伸びましたと。でも今もしかしたらオペレーションの最適化で生産性を上げるということが多分もうどん詰まってるんで、下手したら全社最適のオペレーション最適をやってきたけどやめだと、全社最適やめると、部分最適に変える、生産性もしばらく追わない、
追加出せ、売上と利益のみたいな、もちろんお客様を喜ばすっていうことは当たり前ですけど、それは変えちゃいけないんですけど、それこそ生産性追求から生産性追求しないみたいな振り切りとか、全社最適から部門最適に切り替えるみたいな、これをこの規模でやるっていうぐらいの感じで変えていかないとダメだと思うんですよね。それまでうまくいってたからそれを変えるっていうのは、かなり勇気のいる決断であったりとか、もしくは気づかないでそのまま行ってしまうケースとかっていうのもあるのかな。気づかないのかな。でもそれが先ほども繰り返しになりますけど、僕の中の行く先としては将来を見てるんで、成長するのか現状維持イコール衰退していくのか選べって言われてることだと思うんですよ。だからそれで変えるのが大変だってやっぱ嫌だからとかって言ってたら、どうぞ衰退してくださいと僕は言われてるんだと思うんで。門司社長は30億年商でいったとしても、そこで満足をしなくてさらに上を見てるから、現状打破するためには今までのそうですね、うまくいってた仕組みを一旦疑ってみて、何か変えれる部分なんだったら変えてみよう。逆に言うと30億で止まってしまったり超えられない社長っていうのはある種満足しちゃってるっていうところもあるのかな。そうですね。だから満足しちゃってる、結果そういうことなんだと思うんですよね。はい。年商30億の壁、超えられる社長、超えられない社長の違いをよろしくお願いします。本当に過去の成功体験、それこそね、一般的に見たら30億の会社作るってなかなか大したことだと思うんですけど、そこの成功体験をさらに成長するために捨てれるか捨てれないかと、そこがやっぱりターニングポイントになるんじゃないかなと思ってます。この YouTube チャンネルでは研修の様子や現場の様子、イベント、引っ越しの豆知識、またビジネスに役立つ話など様々な情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてぜひこの動画にもいいねを押してくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました。